シルクロードは4本。おはようございます。こんにちは。こんばんは。今回は、シルクロードは4本をまとめました。1、シルクロードの歴史。皆さんはシルクロードと聞けば古代から中世にかけて中国とヨーロッパを結んだ交易路を思い描くことでしょう。実際、シルクロードは中国の長安から西へ向けて中央アジア、西アジア、地中海沿岸を経てヨーロッパへと伸びていました。シルクロードの歴史は紀元前2世紀頃に遡ります。当時中国は絹の生産技術を独占しており、絹はヨーロッパで非常に高価で取引されていました。そのため中国からヨーロッパへの絹の輸出を目的とした交易路が徐々に形成されていきました。シルクロードは絹の他にも香辛料、宝石、陶磁器、金属製品など様々な物資が交易されました。また交易を通じて文化や技術、宗教などの交流も行われました。シルクロードは東西の文化や文明の交流に大きな役割を果たしました。シルクロードによって東西の文明は相互に影響を与え合い、世界史の進展に大きく貢献しました。シルクロードの具体的なルートは時代や地域によって変遷しました。しかし一般的には以下の3つのルートが知られています。北道、中国から中央アジアを経てヨーロッパへと至るルート。南道、中国から西アジアを経て地中海沿岸へと至るルート。海上道、中国からインド洋を経て地中海沿岸へと至るルートと過去に3本のルートがありましたが、結局は衰退しました。2、現在構築中のシルクロード概要。1、2は中国と EU 間の注目主体のシルクロード。3、4はインドと EU 間の関係国共同構築によるシルクロード。3は5カ国の鉄道当局が調印して進めているシルクロード。4はインド、イタリア、フランス、ドイツ、米国、EU、サウジアラビアの首脳が署名し、協力して今後進めるシルクロード。2013年中国習近平主席が提唱した中国と EU を結ぶ巨大な広域経済圏構想、一帯一路による日本の道、全部鉄道、中国西安、中国ウルムチ、トルコ、ロシア、イタリア、特徴、これ橋線であり、これにつながる枝線がある。中国主体の経路、全部回路、中国、ベトナム、マレーシア、バングラディッシュ、スリランカ、ケニア、ギリシャ、イタリア、特徴、中国主体の構想なので、敵対しているインドを経由しない。また回路だけでなく鉄道の枝線がある中国主体の経路、中国の一帯一路を図に表すと、2017年6月19日インドから欧州の南西鉄道輸送路、5カ国の鉄道当局が議定書に調印した共同経路、アゼルバイジャン、イラン、ポーランド、ウクライナ、ジョージア、インド、回路でイラン、鉄道でアゼルバイジャン、鉄道でジョージア、回路でウクライナ、鉄道でポーランド、鉄道で EU。 特徴、インドとパキスタンは敵対しているので、最初は回路でインドからイランに行くルートを設定。共同経路。2023年9月にインド、中東、欧州経済回廊 IMEC はインド、イタリア、フランス、ドイツ、米国、欧州連合、サウジアラビアの首脳が G20 サミットに合わせて覚書に署名した構想。インド、回路で UAE、鉄道でサウジアラビア、鉄道でヨルダン、鉄道でイスラエル、回路でイタリア、フランス。特徴、このルートが完成すればスエズ運河経由の 40% 短縮できる。また中東に新鉄道を整備、水素パイプライン、海底、地上ケーブルを併設し、物資だけでなくクリーンエネルギー、データの流通を促進拡大させる。途中の関係国も含めてウィンウィンとなる複合経済回廊の構築となる。今後のシルクロードの行方概要。過去のシルクロードは交易路として物資の交易から文化や技術、宗教などの交流も行われましたが、継続的利益と効果がなかったため衰退しました。今回示している4本の現代のシルクロードを評価すると、一国の政策により物資の交易を自国に有利にさせ、技術は公開せず文化を押し付ける勢力の
過去と同様な衰退が必然であろうシルクロードが2本ある。補足説明。過去のシルクロードは過去の中国が絹の生産技術を独占していた一方、ヨーロッパはその絹が欲しいために存在していた交易路時代の経過により中国だけの独占技術ではなくなったため、シルクロードの存在価値はなくなり衰退してしまった。まさに現在の一帯一路の政策が同じ歴史を繰り返している。一帯一路は衰退することは歴史から必然である。一方、複数の国が協力し合って構築しようとしているシルクロード2本がある。我々は今この瞬間に複数の国による協定ブルックの繁栄が拡大維持していく方向で修練し、ビッグバンへと進んでいる状況を体感しているところである。補足説明。現在巨大1カ国だけでは成し得ない壮大な宇宙計画アルテミスが順調に進んでいて、ここ10年内には月面基地が展開し、続いて火星基地へと展開していく勢いのビッグバンが進んでいます。これは複数の国が協力し合うことで初めて成功するプロジェクトです。同様なことがインド、中東、欧州経済回廊 IMEC で進行していきます。参考コンテンツ。5年後、10年後の月、火星の姿 HTTPS-YOUTU。 今後のシルクロードの行方詳細。一帯一路の2ルート。1、2に関して。1、全部鉄道。中国シーアン、中国ウルムチ、トルコ、ロシア、イタリア。2、全部回路。中国、ベトナム、マレーシア、バングラディッシュ、スリランカ、ケニア、ギリシャ、イタリア。中国の一帯一路政策は道路、鉄道、港湾、電力通信などのインフラ整備や貿易投資、技術協力などの経済交流を促進することを目指しています。一帯一路政策は中国の経済成長を維持し、国際的な協力を拡大するために策定され、言い換えれば中国による中国のための政策。中国の過剰な生産能力を輸送路を作りながら輸出先を作ってさばいていった。2023年9月時点で一帯一路関連のプロジェクトは140カ国以上で約3000件に上り、総投資額は約3兆ドルに達しています。10年間で貿易量は2倍。貿易額は3倍、8兆ドル規模と増加。ただし拡大の方法が強引かつ計画性がないため、相手国に対する債務の罠も発生させ、スリランカは国家破綻が発生し、国際港の権利を中国に奪われた。自称モルディブラウスも危機的状況が発生している等しい。数えきれない混乱と波乱が発生している。唯一 EU で参加していたイタリアも脱退を模索しているところである。一帯一路政策による不良債権及び債務の罠発生で海外累積債務高は2023年6月時点で約 1.5 兆ドル。なんと投資額の半分が不良債権化という緊急事態もっと悪化と長期停滞する可能性が高いことが分かっている。過去のシルクロードと同じような運命にあることは確か。歴史の相関性と歴史は繰り返す典型的な事例。現代版シルクロード3、4に関して3インド回路でイラン鉄道でアゼルバイジャン鉄道でジョージア回路でウクライナ鉄道でポーランド鉄道で EU2017 年に5カ国の鉄道当局が議定書に調印するという精神性はあるのですが、現状この地域は地政学的に不安定で、一番大きいのはウクライナがロシアに戦争を仕掛けられ、この経路の完成は見通せないという状況です。ただし現在までに2021年6月アゼルバイジャンとイランが鉄道貨物輸送の定期便を運行開始等計画は実施中、清掃は継続しているので2023年現在南西輸送回廊計画はまだ完全に実現されておらず、実証運転の段階にとどまっています。しかしアゼルバイジャンとイラン、ジョージア、ウクライナ、ポーランドの各国が計画の実現に向けて積極的に取り組んでいることから今後の実現が期待されています。南西輸送回廊計画が実現すればインドから欧州への貨物輸送がより効率的かつ安価になるため、両地域の経済交流の拡大につながると期待されています。また南西アジアや東ヨーロッパの経済発展にも寄与することが期待されています。とは言っても課題はウクライナ戦争の永続的解決、イランへの国連制裁の全面解除が必要。インド回路で UAE 鉄道でサウジアラビア鉄道でヨルダン鉄道でイスラエル回路でイタリアフランス。2023年9月にインド中東欧州経済回廊 IMEC はインド、イタリア、フランス、ドイツ、米国、欧州連合、サウジアラビアの首脳が
G20 サミットに合わせて覚書に署名した構想。関係国の賛同を得ての署名でもちろん債務の罠は存在しない関係国がウィンウィンになる構想で発足。詳細は11月までに確定し進行する予定。この構想は米国の中国とのデリスキング政策の延長線上であるが、関係各国も米国の構想に賛成しての署名なので、拡大成長する一大プロジェクトとして進行していく。この構想はインド、EU の貿易路なので日本の参加は言い出しっぺでないのでありえないのだろう。非常に残念。まとめ中国と EU、インドと EU の経済シルクロードを分析評価しました。結論は、一国だけの技術独占、経済独占というスタイルでは衰退してしまうことを歴史が証明しているし、現在まさにその歴史の繰り返しが進行していることを我々は歴史の証人として日常として受け入れている。一方、国際協力スタイルは独裁主義ではないので紆余曲折があるが、国々が参加する共同プロジェクトは一国では達成不可能なことを可能にするパワーを秘めている。協力スタイルのアルテミス計画を例にとると5年で月基地、10年で火星基地を実現しようと計画し実行中です。同様に今回のインド、中東、欧州経済回廊 IMEC も国際協力で順調に進むと確信できる。日本の立ち位置だが、今回のインド、中東、欧州経済回廊 IMEC への協力依頼があれば、積極的に協力することが賢明です。並行して、日本にとっての経済シルクロードは、環太平洋地域、東南アジア南西アジア地域、果ては EU 地域との回路であるインド、中東、欧州経済回廊 IMEC が完成すればそれも利用できます。この多様な回路等を有効活用するためには TPP 経済協定、RCEP 経済協定、BU 経済協定等で環太平洋、インド太平洋の国々、そして EU と活発な貿易による関係国すべてが豊かになることを希望。周辺国インドにも経済協定に参加してもらう必要があるので RCEP か TPP に参加するように強く働く必要あり、この経済協定関連の参考コンテンツ RCEP、TPP 経済協定現状と今後は、さて、経済回廊だけで今回話を進めましたが、貿易するもの、ノウハウ、マネジメントも重要です。この参考コンテンツ衝撃2030年日本はバラ色、貿易で得られる5年後、10年後の日本は、この参考コンテンツ5年後、10年後の日本の姿は、貿易で得られる5年後、10年後の環太平洋は、この参考コンテンツ5年後、10年後の太平洋を囲む国の姿は、貿易で得られる5年後、10年後の世界は、この参考コンテンツ衝撃、ニュース速報10年後の世界情勢。見ればあなたも世界通。ぜひ当チャンネルの他のコンテンツも視聴いただき、世界の中の日本を知り、今その変動期であることを感じてください。主人公はあなたであるし私でもあります。きちんと理解して行動する人が増えれば日本も当チャンネルの各コンテンツに示す波に乗って爆発的に発展するでしょう。最後に、当チャンネルは皆の意識と行動で日本を元気に創造させることを願ってをテーマで発信しております。よろしくお願いします。その他取り上げるべき取り上げてほしいテーマがありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたらチャンネル登録と高評価をお願いします。面白かったと思う人もチャンネル登録願います。面白くなかった人はその内容をぜひコメント入力願います。次回動画も頑張ります。その他追加で知りたいこと疑問点がありましたらコメント欄に記入ください。可能な限り対応させていただきます。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。